早速リアに装備してみよう。どうかな。おお、結構動くね。そっか、リアのイージー構造でスプリング使ってるから、そのスプリングも動いてくれるんだね。実質3軸ってことですもんね。狙ってたわけじゃないけどな。今回は以前 VZ シャーシだけで作った簡単リアギミックに簡単一軸リアアンカーを追加します。お安く、なるべく簡単に楽しくギミックを作っていきます。それでは今回もお楽しみください。ピンポン。本動画は高画質でお楽しみいただけます。画質の設定を変更してみてね。こんにちは。見たいものを作る企画主任の僕です。こんにちは。通りすがりの助手 F1 です。この動画はタミヤのミニ四駆を改造したりしてミニ四駆改造などをドタバタ楽しんでいく動画です。その姿はどうしたんですか？いいだろう、自分で作ったんだ。自分で作るとか、また無駄な労力を。本当に器用貧乏ですね、この人。練習してコツコツと作ってたんだ。結構気に入ってるんだよ。これから動画を量産するためにイラスト屋さんばっかりに頼るわけにもいかないし、もっとチャンネルを大きくしたいからね。立ち絵も用意したんだ、自分でね。なるほど。で、それ？そう、いいだろう。ってことで新しい僕です。よろしくね。うわー、うざ。言い方。で、それ犬ですよね。なんで？多分コーギーである。ほら、たまに写真とかに出てきたろ。なんか、細くない？昔から写真写りはいい方なんだ。嘘つけ。個人的には猫派なんだけど、僕は性質的に犬だからね。ああ、なんか、納得。うまい下手は置いといて、そういうの良いですよね。僕も立ち絵欲しいな。そう？まあ、いずれな。で、今回は何をするんですか？ VZ イージーの追加改造さ。今の VZ 計画だと、ざっくりおさらいすると、クロススピアを使って簡単なリアのギミック化、定番の二軸フロント AT バンパー、それでマスダンパーを装備してバンクスルー対策をしたフロントブレーキを足したろ。はいはい、そうでしたそうでした。一応ミニ四駆改造としては一回りでしょ。新しいマシンでも新造するんですか？そうな、ME シャーシも出たしね。これもいじりたいが、今回は一軸リアアンカーを追加しようかと思うんだ。一軸リアアンカーとは、ブレードアップパーツを改造して組み合わせるギミックの定番の改造。立体セクションにおいて高いなし効果を発揮し、リアバンパーの引っかかりなどを低下させ、コース復帰率を上げるために考案されたシステム。ふむふむ前に作ったデータもあるし、カーボンとか使って良いの作りますか？いやいや、仮にも VZ イージーとか名前つけたんだから、簡単とか取っかかりやすさとか改造を楽しむ感じにしたいわけよ。もちろんお安くね。最後のが本音である。だからこれに一軸リアアンカーを追加しようかと思うんだ。はあ？これにまだ積む気ですか？だね。カーボンとか使っていつかはやりたいけどさ、今じゃないのよね。あるものを工夫して楽しむってのが僕は好きなんだよね。ただケチなだけじゃね？物は異様である。まあ付き合ってよ。それでどうするんですか？まず基本となる一軸リアアンカーの参照元は超速ガイド1920版と2021版だ。はいはい。これを元に VZ の2一軸リアアンカーは作られている。そうでしたね。これ構造とか効果は問題ないんだけど、パーツ点数が多くてお値段が高くなるんだよ。特に重要パーツであるこのボールリンクマスタンパンが高い。ああ、確かに。それ簡単とか言われるとハテナがつくね。案は？じゃあ聞いてくれ。基本の VZ シャーシのリア、これにドリルとスプリング、メタル軸受けで簡単なギミック化をしたわけだ。 VZ イージーの名前の元ですね。その後にスキットローラーとブレーキプレートをつけた。今の構造ですね。これに一軸リアアンカーを追加する案はこうだ。プラスチックのバンパー部分をバッサリカットする。残った部分が土台になる。ブレーキプレートの中央の穴を使ってドリルで穴を開ける。支柱用のビスを下から通す。土台のへこみ部分に合うように強化マウントプレートをカットしてそれを配置。その上に強化マウントプレートをもう1枚追加。この2枚がバンパー部分になる。下からサラビス加工をする。サラビスとナットで固定。バンパー中央にアンダースタビヘッド用の穴を開ける。アンダーヘッドスタビのネジ穴を 2.5mm ドリルで貫通させてから中身をくり抜く。これをバンパーに配置する。この半玉がポイントの一つだね。
次はボールスタビキャップを使う。この玉の穴を拡張して貫通させてローラー受けを合体させる。できた玉を支柱に通す。スプリングを設置してロックナットで固定。注目してほしいのはここ、今回の構造の重要部分だ。くり抜かれたスタビヘッドの内側とボールスタビがこんな風に滑らかにいなしを発生させるって目論みなわけだ。お、なかなか良さそうでは。この黄色い玉2つが今回のリアアンカーのポイントだ。名付けてキータマシ。そこにセイザー、1本の動画に4ヶ月とかかけて視聴者さんを待たしてたりするのに、言ったれ、収益化停止とかバンとかになったら困るの主任さん。まったくあの人はしばらくあのままにしておこう。お手柔らかに。でも、これはこれで良さそうな形してるよね。No。割と問題がある構造なんですよこれ。どのあたりが？スタビキャップの直径は 8.2 ミリ。これが配置できるように FRP に穴を開けると、FRP の幅ギリギリの穴が開きます。なるほど。バンパーとしては良くないね。合わせて、バンパーを定位置に固定する支柱などが必要になります。そっか、EG のギミックの土台が VZ のリアパーツなんだもんね。さようです。悪くはないと思いますが。それならなんとかなるんじゃない？は？コモンスキル、プラン D が発動しました。合わせて、スペリオールスキル、ナイスアイディアが発動します。スペーサーが必要ならここを支点にするしかないじゃん。そこから必要なバンパーの形を探す。なるほど。例えば、FRP 強化マウントプレートを一軸を中心に回転させて配置する。これでこのネジ穴が支柱として使える。ふんふん、良さそうですね。でさ、このくぼみにカットした1枚目の FRP を配置するって言ってたよね？そうですね。ここに1枚目の下の FRP があるじゃない？あ、これ赤色にして、その上に回転させて支柱を立てられる配置にした2枚目を置く。アップして、ほらずれてる。この分だけ少し幅が増えてるよね。上と下の長さを合わせるとそうですね。このずれた部分が立体的に強度を保ちそう。アンダースタビキャップの配置は貫通する必要はないから、8.2 ミリの直径の穴は開けなくてよい。これを横から見ると、4.4 ミリだけど、この辺りまでがバンパーに埋まれば良いんでしょ？アンダースタビキャップのカーブに合わせた、FRP の穴開け、であれば良いと思うんだ。FRP を2枚重ねて瞬着で固める。それからビスとナットで固定する。これでリアアンカーとしては十分な強度が残ると思う。それでさ、FRP は2枚分の厚さは 3.0 ミリ。あとはスタビキャップのカーブが、いい感じに収まるようにドリルで FRP を加工。つまりこんな感じで加工する。これに加工済みのアンダースタビキャップを配置。多分これでいけると思うんだ。良さそうですね。でしょう？褒めていいよ。じゃあ、構造解析しちゃおう。よ。1、リアシャーシのカット。ここの線で落とす。2、支柱になるサラビスが入る加工をする。ブレーキプレートの真ん中の穴をサラビス加工。ここにスペーサーを置いて、下から 1.8 ミリドリルでビス穴を開ける。サラビスを通す。3、下になる FRP 強化マウントプレートをこの向きに配置。リアシャーシのくぼみに合わせてマスキングテープ。FRP をカット。裏側からサラビス加工をする。4、上の FRP 強化マウントプレートをこっちの向きで配置。下側からサラビスを入れてナットで固定。瞬着を使って FRP を一体化。5、アンダースタビ配置のためにバンパーに穴を開ける。サラビスユータービットが直径 4.1 ミリだから貫通穴はこれを基本にする。サラビスユータービットで貫通する穴を開ける。ここからドリル刃でカーブを作る。4.5 ミリから 8.0 ミリまで 0.5 ミリ刻みでドリルビットを使う。主任さんたちは、DIY ショップで2000円くらいの 1.0 ミリから 10.0 ミリのドリルビットセットを使っています。チタンコーティング、鉄鋼用ドリルビット、でググると出てきます。貫通しないように工夫して、ドリル刃の径の違いで滑らかなカーブを作る。6、アンダースタビの玉ちゃんの穴を 2.5 ミリのドリルで貫通させる。内側のこの部分は、ニッパーやデザインナイフで削る。バンパーの穴に配置。7、ボールスタビキャップの玉ちゃんとローラー受けの加工。ローラー受けのここの直径は 3.0 ミリ。ボールスタビキャップの元の穴を使って3.0 ミリのドリルで貫通。ローラー受けと玉ちゃんを合体させて配置。8、スライドダンパー用スプリングを配置して、ロックナットで固定。9、リアシャーシのこの2箇所を使ってスペーサーとビスで支柱化。あとは、上下で元のローラーをそれっぽく配置。はい、完成。名付けてダブル玉ちゃん構造。こっちもひでえな。なんか言った。何も。大変よろしいと思います。でしょう？じゃ、設計図化して手順も一緒に保存しておいて。よ。そろそろ反省したと思うし、お腹が空いたから主任さんにまかない作らせてくる。
その後ギミック作らせよう。主任さんは特別な訓練を受けています。ごちそうさまでした。はい、お粗末様でした。さて、早速一軸リアンカーを作っていこうか。はい、これが、構造と、手順と、アイテム。おお、良さそうじゃんこれ。ダッシュ、褒めていいですよ。お見事お見事。へへ。それじゃあ使うアイテムの紹介からいってみようか。 FRP 強化マウントプレートセット、2枚。2枚入ってるのでお得。アンダースタビセット、1個。たまちゃん1。ボールスタビキャップセット、1個。たまちゃん2。ローラー受け、1個。キット付属品。スペーサー、6.0 ミリ1個。サラビス25ミリ、1本。一軸用。スライドダンパースプリング、1個。金。ロックナット、1個。スペーサー、6.7 ミリ2個。支柱用。ビス10ミリ、2本。支柱用。サラビス、6ミリ、2本。バンパー用。ナット、2個。バンパー用。じゃあ作っていこう。3, 2, 1, go! 手順はこれ。1、リアシャーシのカット。リアシャーシをマスキングする。いつもの切削ブースドン。リューターでリアシャーシをカットしたらヤスリとナイフカンナをかける。2、一軸支柱の加工。6.0 ミリスペーサーをブレーキプレートとリアシャーシに配置。これがシンデレラフィットするんだよ。こういう瞬間がミニ四駆を実際にいじる醍醐味だよな。確かに。ブレーキプレートは下側からサービス加工を取得。ペーサーをガイドにして 1.8 ミリドリルで穴開け。一軸用のサービスは25ミリ。3、下の FRP をカット。 FRP 強化マウントプレートをリアシャーシの上に置いてマスキング。リューターでカット。リアシャーシにはまりやすいようにカット部分は少し斜めに削っとく。 FRP はガラス繊維でできています。粉などを吸い込まないように注意してください。ビス止め用の2箇所をサービス加工しておく。4、上の FRP を配置。カットした下と上の FRP 強化マウントプレートをサラビスとナットで一体化させる。 FRP の間に瞬着を流し込んでおく。5、バンパーの穴開け加工。一体化したバンパーに穴開け加工をする。サラビスリュータービットで一気に2枚を貫通させる。これで穴の直径は 4.1 ミリですね。4.5 ミリから 6.5 ミリのドリルを順番にドリルチャックにつけて穴を拡張していく。大事なのはドリルがバンパーを貫通しないこと。かまぼこの板にマスキングテープを貼って削り作業の土台にする。つまりこのマスキングテープに傷をつけないようにドリルで掘るってこと。出た、お得意のかまぼこの板。今日のチャーハンにも入ってたろ。魚のすり身ってやつはタンパク質として優秀。美味しければそういうの別にどうでもよいです。マスキングテープの傷の具合を見ながらドリルでバンパーを削っていく。ここにアンダースタビがうまくはまるようにするわけですね。ドリルが貫通しないようにするのがポイントだ。ドリルチャックは 6.5 ミリまでのドリル刃しか使えないから、残りの 7.0 ミリ、7.5 ミリ、8.0 ミリは手作業だ。やり方は一緒。マスキングテープの傷の具合を見ながら手彫りだ。根気よくバンパーを削っていく。ドリルの刃が抜き身だから怪我にも注意ですね。そうだね。作業で怪我しないのは本当に大事だよ。手彫りで根気よく 8.0 ミリまでのドリルを使う。最後にヤスリでカーブを調整する。 FRP2 枚重ねだからこれでもバッチリ収まるね。6、タマちゃん1の加工配置。バンパーに穴が開いたらアンダースタビキャップのタマちゃんを配置してみよう。いいね。 FRP が互い違いに配置されてビスで留めてあるから、こういう穴の開き方でもリアのギミックとしての強度が残ってそうなのがいいね。ダッシュ、なんならバンパーにタマちゃんごと瞬着で固めてもいけると思いますよ。見事なもんだ。えへへへ。アンダースタビキャップの穴を拡張して 2.5 ミリのドリルで穴を貫通させる。アンダースタビキャップの中身をくり抜いていく。てかむずいなこれ。小さいし押さえるところほとんどないですからね。ゴム缶とか使うと良いのでは。そうな。でもタマちゃんの加工はもう一つあるし、今回はこれを使うよ。なんですこれ。エンジニア製ネジザウルス M2。 まあざっくり言えばプライヤーだよ。特によく掴んで使いやすいんだよ。個人的にかなりおすすめな工具だね。概要欄にリンクを貼っておきます。あんまり強く握ってタマちゃんに傷をつけないようにしてくださいよ。そうな、弾は大事だもん。外壁をきれいに残しつつ内側を滑らかにする。出来上がったらバンパーに配置する。いいね。7、タマちゃん2の加工配置。次はボールサビキャップに穴開け加工をする。なんで青色なんだ。黄色もあった。こういうのは良いからとっとと作業する。
ローラー受けのこの部分の直径は 3.0mm、2.0mm、2.5mm と段階的に穴を拡張しつつ貫通させる。 3.0mm まで穴を拡張して貫通させる。ボールスタビキャップは小さいから怪我に注意。その後にローラー受けをはめる。ローラー受けとタマちゃんを合体させる。ボールスタビキャップの向きに注意してね。おお、便利ですねそれ。だろう、結構重宝するんだ。バンパーにタマちゃんを配置。8、スプリング配置固定。スライドダンパースプリング銀を配置してロックナットで止める。9、バンパー用支柱配置。 6.7mm スペーサーと 10mm ビスを使ってリアシャーシのこのポイントにバンパー用の支柱を配置。よし、できた。はい、ダブルタマちゃん構造の簡単一時クリアアンカーだ。仲良いですね。パチパチっと動かしていい動きだね。重さはこれが元の重さで改造後。お、割と太くなったね。まあいいんじゃないかな。そういうところは雑なんだから。早速リアに装備してみよう。どうかな。おお、結構動くね。そっか、リアのイージー構造でスプリング使ってるからそのスプリングも動いてくれるんだね。なるほど、実質3軸ってことですもんね。狙ってたわけじゃないけどな。うん、いい動きだね。じゃあ早速うちのジェシでテストしてみようか。大きいコース行きましょうよ。まあそう言うなよ。あと一つフロントにも改造を入れたいんだよ。大きいコースはその後でどうよ。あと一つ動画撮るんですか？この後？そう、撮るよ。数ヶ月に1本とかさすがに動画チャンネルとか言えないだろ。まあ確かに。見たいものを作る企画は投稿頻度がとても少ないのでチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあ掃除してからコースの用意してくるからその後にカメラ頼むよ。はい。ねえ、はい、これよくできてるよね。そうですね。でもさ、ちょっと難度高くない？絶対必要とは言わないけど、タマちゃんの改造のところで割と普段使わない工具とか使ってるしさ。ザウルスですね。特にタマちゃんの改造が難しそうなんだよね。アンダース旅の内側のくり抜きとか主任さん苦労してたし。怪我しそうですもんね。ボールスタビキャップだって、ローラー受けを入れるの大変だよ。圧入みたいなものですからね。これで、簡単ってタイトルはどうかと思わない？確かに、スペリオールスキル、クラフターが発動しました。新たなコモンスキル、シンプルイズベターを獲得しました。簡単にギミックを楽しむんでしょ？ならもっと簡単な構造にしよう。設計図出して。バンパーの構造はこれで良いんだ。問題は2つのタマちゃんだ。これを変えよう。新しいアンダースタビを用意して。アンダースタビのタマちゃんを 2.5mm で、穴開け、だけをする。それでバンパーにくっつけて、スプリング、ロックナットと配置する。それだけでいいんですか？もともと超速ガイドの一時クリアアンカーの構造はこうじゃん。確かに。アンダースタビってまだ余ってたっけ？ありますよ。割と余るパーツなので。はい、できた。早いですね。穴開けたタマちゃんを変えるだけだからね。動かしてみるね。良さそうだね。簡単ってこうだと思う。おーい、F1 くん、おやつにしよはい、それじゃあ、これも設計図に組み込んでおいてよ。元に戻すのをお忘れなく。わかったって。う。それじゃあテストするね。よしよし。いい感じですね。そうな、いいね。次は何をする予定なんですか？リアが終わったからフロントだよ。ローラーの位置を下げたいんだ。段下げ、ですか？そんな感じだね。それで新しいマシンに手をつけて新しいギミックかな。それ年内に出せますか？出せるよ。今年は大丈夫だから。本当に？動画の量産頑張るから。だそうです。はミニ四駆に関する他の動画もありますので、ぜひご視聴してみてください。ってことで今回はここまで。高評価、動画の拡散、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしてますよ。それじゃあまた次回。ミニ四駆作って走らせようぜ。超図解 VZ で今回のおまけコーナー、始まるよ。連続でやるみたいなので設計図ありませんよ。いいの。知ってる。ってことで、今回のおまけコーナーは、これ。軽量計。どうしたんですかそれ？これタニタ製。0.1g まで測れるいいやつなんだよ。
どうしたんですかそれ？いや、主任さんがこの資料本に出てくる。タミヤさんとタニタのコラボの計量計欲しがってたんだよ。0.1g が測れる計量計が欲しかったからちょうど良いかなと。ネットの中古とかだとプレミアついてるんだよ。はいはい。で、どうしたんですかこれ？主任さんの Amazon カゴにこっそり入れといた。でタミヤのシール、も追加で入れた。うわ、嫌な予感しかしない。合体させて、コラボ再現。グレー、とってもグレーですね。欲しいものは自分で作るんだよ。その姿勢は立派ですけども。でしょう？ってことで、シールを切って、貼って、はいはい。でマスキングして、マスキング？青と赤を塗って、艶消しクリアをバーッと拭く。はい、完成。真っぴな仕上がりは僕も好みなんだよね。早速今回のギミックを測ってみよう。よし、完璧。また、勢いでいく。大丈夫大丈夫。主任さんもこれを気に入るから。その自信はどこから？そもそも。そのコラボ品には正規ルートが。ねえねえ次の動画の企画書もあるんでしょ？見せてよ。聞いてないし。まあいいですけど。はいはい、どうぞ。サンキュー。ってことで、また次回。見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。それじゃあ、また次回。